こちらでは、スポーツトレーナー、ともみの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、3年越しのビリヤード。鈴木ともみは、愛妻市のスポーツジムで働くトレーナーだ。体幹トレーニングの指導が得意で、会員からの信頼も厚い。同僚の森田翔太も同じ26歳。二人は互いに遠慮なく意見をぶつけ合う、ライバルのような存在だった。ジムのフロアに響くオールの弾む音。ともみは、フォームが崩れがちな社会人の会員に声をかけた。そこ、もっとフォーム低くして。腰をしっかり落として、膝も柔らかく使ってみて。すると横から森田がにやりと笑って口を挟んだ。お、鈴木先生のご指導が入ったな。ちょっと、茶化さないで。みんな真剣にやってるんだから。そんなやりとりに、生徒たちもほっとしたように笑顔を浮かべる。冗談交じりの掛け合いだけど、的確な指摘に信頼が滲む。二人の距離感はいつも絶妙に心地よかった。仕事終わりには、二人でよくビリヤードに行った。森田は上手くはないけれど、ともみの好きな趣味に付き合ってくれていた。俺、的玉にすら当てられないな。でも、前よりはマシだよ。ほら、私の指導の成果が出てるってこと。何それ、すごい上から目線だな。そんな他愛のない冗談が飛び交う時間は、ともみにとって何より大切だった。けれど、ある日突然、それはやってきた。鈴木、聞いてくれ。俺、異動が決まったんだ。来月から東京の店舗だってさ。言葉が胸に突き刺さる。思わず言葉を詰まらせてしまった。そうなんだ。何かを伝えたいのに、どうしても声が出なかった。伝えたい思いはそのまま、ともみの心の奥にしまわれたままとなった。森田がいなくなってからの3年間、仕事は充実していたけれど、心の奥はずっとぽっかりと穴が開いたままだった。彼との何気ない会話や、冗談のやりとりが恋しかったのだ。東京に行ってしまえば、この気持ちも消えると思っていたのに、離れてから余計に募ってしまった。そんな自分に戸惑いながら、再び彼と同じ職場で働く日がやってきた。3年ほどが経過したある日、マネージャーが休憩室でおもむろに告げた。鈴木さん、来月から森田くん、戻ってくるよ。え？胸が高鳴った。3年の時を経て、あの笑顔と声がまた隣にあることが嬉しくてたまらなかった。再会した森田は少し日焼けしていて、以前より落ち着いた雰囲気だった。久しぶりだな、鈴木。おかえり、森田。自然に笑みがこぼれる。すぐに仕事も昔と変わらないペースに戻った。フォームはもう少し低めで。膝を柔らかく使う意識してみて。さすが、東京帰りの森田先生。いやいや、そんなに褒めるなって。褒めてないし。いや、むしろ褒めたいのは上手になってる生徒の皆さんだし。互いに軽口を叩きながらも、心の奥にある懐かしさがじわじわと染みてくる。言葉にできない居心地の良さを二人は目を合わせて共感し合う。数週間後、仕事終わりに森田が誘ってきた。鈴木、久しぶりにビリヤードでも行くか。いいね、行こう。ビリヤード場の明かりが優しく二人を照らす。夜の静けさの中、ともみの心は少しずつ熱くなった。さあ森田、3年分の成果を見せてもらおうか。そんなに練習してないよ。笑い合いながら始まったゲーム。森田のぎこちないフォームも変わらないけれど、その真剣な表情がともみの胸に響いた。ゲームが終わり、森田が缶コーヒーを差し出した。鈴木、お疲れ。今日はありがとな。やっぱ仕事終わりにお前とビリヤードやるの、いいな。私にいっぱい感謝してよ。でもその対価が、コーヒー1本って安すぎない？コーヒーを受け取る彼の手から伝わるぬくもりに、ともみの心は揺れた。今なら言える。3年前、東京に行く前に伝えられなかった本当の気持ちを。ねえ、森田。どうした？ 3 年前、あんたの異動が決まった時、私ね、本当は言いたいことがあったんだ。少し息を吸い込み、覚悟を決めて続けた。あんたのこと、ずっと好きだった。鼓動が耳元で高鳴る。
森田は一瞬驚いた表情を見せてから、ゆっくりと笑った。そっか。3年前も今も、俺も同じ気持ちだ。俺の方こそ、伝えられなくて悪かったな。俺たち、ずっと遠回りしてたんだな。その言葉に、ともみは胸が熱くなり、涙がじわりとこみ上げた。帰り道、冷たい夜風が頬を撫でる。けれど、隣を歩く森田のぬくもりが、心を包み込んだ。森田、ありがとう。こっちこそ、ありがとな、続き。少し照れながら互いの顔を見つめ合った後、二人の手は自然に重なっていた。3年越しの思いは、やっと二人の間に確かな形を作ったのだった。今回あなたからお預かりしたのは短編小説3年越しのビリヤードですね。26歳のスポーツトレーナー都築智美さんのちょっと切ない恋愛模様が描かれてる。はい。同僚との関係がなんかじれったいというかもどかしいというか。主人公の智美さん、体幹トレーニング指導が専門で、あとビリヤードが好きなんですよね。そうそう。で、同僚の森田翔太さんも同じ26歳。ジムでは軽口を叩き合う、なんていうか良きライバルみたいな。でもなんかそれだけじゃないぞっていう空気も漂ってるわけです。そうなんですよね。特に森田さん、ビリヤードは、下手なのに智美さんの趣味に付き合ってくれる。そこですよね。この付き合ってくれるっていう行動自体になんか隠された意味があるんじゃないかなんてつい思っちゃいます。この微妙な関係がどう動いていくのか、ちょっと深掘りしていきましょうか。はい。まず職場での2人ですけど、智美さんが会員さんを指導してると、森田さんがちょっと茶化す感じで声をかける。ありますね、そういう場面。一見なんか邪魔してるのかなって思うんですけど、実はこれが生徒さんの緊張をいい感じにほぐしてるんですよ。なるほど。面白いのは、この軽口ってお互いの専門性に対する信頼がないと多分成り立たない。確かにふざけてるように見えても根底にはちゃんとプロ同士のリスペクトがあると。そういうことです。なるほどね。でもその軽口が逆に本音を隠すための壁になっていたなんて可能性はないでしょうかね。仲がいいからこそ逆に踏み込めないラインがあったりとか。それは鋭い指摘ですね。実際仕事終わりのビリヤードが結構それを象徴してる気がします。ビリヤードですね。森田さんがぼやいて、いやいや私の指導が良いからでしょみたいに返す、このやり取り自体はすごく心地よい時間なんですけど、関係性をじゃあ一歩進めるかっていう会話にはなってないんですよね。その心地よさ、なんかそれに甘えちゃう感じわかります。一種の安定というか、まさにその心地よさがある種の停滞を生んでいたとも言えるかもしれない。でもそんな日常が森田さんの突然の東京移動でバサッと終わってしまう。そうなんです。で智美さんは結局そうなんだとしか言えない。ここで本当の気持ちを伝えられなかった。これは取るべきコミュニケーションをなんか避けちゃった感じですかね。まさにそうだと思います。そして3年という時間が流れるわけですね。智美さんは仕事に没頭するんですけど、やっぱり心のどこかに穴が開いたまま、むしろ離れてみて森田さんへの気持ちがよりはっきりしてくる。よくある話だけど3年はやっぱり長いですよね。長いですね。でそんな中、彼がなんと戻ってくるっていう知らせが入る。うわー、3年ぶり。再会の声援どうでした？森田さんなんかちょっと落ち着いた雰囲気になってる描写がありますけど。少し日焼けしてたり、でも結局久しぶりだな、おかえりみたいなごく自然な会話から始まって、すぐに以前のような軽口を叩き合う関係に戻るんですよね。これってどう捉えたらいいんでしょう。3年経っても成長がないのか、それとも2人の絆がそれだけ強いって証拠なのか。そこが面白いところかなと。3年という時間がある意味フィルターみたいになって、表面的な変化はあってもその根っこの部分の相性の良さとか互いにとっての特別さみたいなものは全然変わってなかったということが示唆されてるんじゃないかと。なるほど、変わらない良さみたいな。そうですね。そしてまたビリヤードに行くんですよね、2人は。この再会後のビリヤードがまた良いんですよ。3年分の成果見せてもらおうかなんて智美さんが言って、でゲームの後森田さんが缶コーヒーをスッと渡しながら、やっぱ仕事終わりにお前とビリヤードやるのいいなって。来ましたね。この一言、
これは重いですよね。3年分の重みがある。この言葉が決定打になるわけです。ともみさんはここで覚悟を決めて、3年前あんたの移動が決まった時、私ね、本当は言いたいことがあったんだって、あんたのことずっと好きだったと。ついに言った。で、ここで重要なのは森田さんの反応ですよね。驚いた後、彼も俺も同じ気持ちだと答える。俺たちずっと遠回りしてたんだなって。うわー、3年前に言えてたらって思っちゃうけど、でもやっと通じ合ったんですね。そうなんです。この遠回りがあったからこそかもしれないですね。そして帰り道、自然に手が重なる。いやー、ちょっとベタかもしれないけど、やっぱりこういう結末はなんかグッときますね。わかります。結局のところ、タイミングとあと伝える勇気、この2つが揃わないと思いっていうのは形にならないってことなのかな。そうですね。時間とか距離が気持ちを熟成させることって確かにあるんですけど、でも最終的にはやっぱり言葉にして伝えるっていう行動が関係を動かす上では不可欠なんだなと。それとこの物語って言えなかった思いがいかに人を縛るか、その重さみたいなものも描いてますよね。確かに3年っていう時間はじゃあ2人にとって必要だったのか、それともやっぱり単なる遠回りだったのか考えさせられますね。さて今回は短編小説3年越しのビリヤードをじっくりと読み解いてきました。不器用な2人の3年越しの恋物語。ビリヤードっていう共通の趣味がなんか言葉にならない思いをつないでいたのかもしれないですね。そうですね。コミュニケーションの形っていろいろありますけど、時にはこういう趣味みたいな間接的なつながりが言葉以上の役割を果たすこともあるんだなと感じました。では最後にこれを聞いているあなた自身の経験にちょっと照らして考えてみてほしいんですが、もしあなたにとってのビリヤード、つまり言葉にしなくても相手とのつながりを感じさせてくれるような何か共通のもの、それがなかったとしたら大切な人との関係は今どうなっていると思いますか？今回はこの辺りで。最後まで聞いていただきありがとうございます。ともみのプロフィールはこちらです。趣味はビリヤード。26歳のスポーツトレーナーです。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。